支配の最終回答、明治維新という名のシステム構築。150年間日本を管理し続ける影の政府の正体。私たちが日々使い追い求めているお金、私たちが信じ従っている法と秩序、これらは全てある目的のために設計されたシステムの一部だとしたら、150年前明治維新という革命によってこの国の形は根底から書き換えられました。しかしそれは日本人のための改革だったのでしょうか。これまでの動画で見てきた龍馬、弥太郎、グラバー、そして王のすり替え、それらは全て現代の日本を支配するための基礎工事に過ぎませんでした。今日は明治から現代まで脈々と受け継がれる日本支配のグランドデザインの全貌を暴きます。第1章、日本銀行の誕生。通貨発行権という魔法の杖。支配の基本は軍事力ではなく通貨です。渋沢栄一が整備した国立銀行、そして日本銀行。多くの人は日銀を国の銀行だと思っています。しかし事実は異なります。日銀は政府から独立した認可法人であり、その資本構成の一部は今も非公開。お金を自由にすり金利を操作できる通貨発行権という魔法の杖。渋沢が作ったこのシステムは日本の富を吸い上げ国際資本へと還流させるための心臓部として設計されたのです。第2章、財閥解体の嘘。姿を変えた資本の鎖。戦後 GHQ によって三菱などの財閥は解体されたと言われています。しかしそれは本当でしょうか。財閥は企業集団、系列へと姿を変え、その中心には常に銀行が据えられました。そしてその銀行の株主をたどれば、明治期にグラバーが持ち込んだ外資や国際金融資本の影が色濃く残っています。支配者は消えたのではなく、組織の裏側に隠れたに過ぎないのです。第3章、教育という名の国民家畜化計画。なぜ私たちはこの支配に気づかないのか。その答えは明治に導入された義務教育にあります。それまで寺子屋で個性を伸ばしていた日本人。明治政府はそれを廃し、命令に従う従順な労働者と国家のために命を捨てる兵士を量産する工場として学校を作りました。明治天皇を神と仰ぎ疑問を持たせない教育。その本質は現代の受験戦争や社畜文化の中にも形を変えて生き続けています。第4章、メディアの役割。思考を止める目隠し。明治維新の功労者たちがこぞって新聞社や通信社の設立に関わったのはなぜか。それは大衆の思考をコントロールするためです。情報の蛇口を握る者が国民の敵と味方を決める。グラバーたちが武器を売るために煽ったナショナリズムは現
代ではテレビやネットの世論誘導へと進化しました。私たちは彼らが用意した情報という檻の中で自由を与えられていると錯覚させられているのです。第5章、官僚機構、明治から続く影の支配者。選挙で選ばれる政治家はいわば舞台の役者です。真に台本を書いているのは明治以来の長州閥の流れを組む強固な官僚機構。彼らは時の政権が変わろうとも決してその権力を手放しません。なぜなら彼らこそが国際資本と日本のシステムをつなぎ止める実務者、エージェントだからです。この国の進むべき道は国会ではなくもっと暗い密室で150年前から決まっていたのかもしれません。第6章、外圧というカムフラージュ。日本が変わるとき、そこには常に外圧という言葉が使われます。幕末のペリー、明治のグラバー、戦後の GHQ。 しかし外圧とは支配者たちがシステムを更新する際に使う便利な口実に過ぎません。自国の不利益になる政策をあたかも外からの圧力で仕方がなく導入したように見せる。その裏で日本の富は着実に海を越えた真のオーナーたちのもとへと運ばれていくのです。第7章、1万円札の顔が渋沢に変わった本当の意味。そして今私たちは大きな転換点に立っています。1万円札の顔が聖徳太子福沢諭吉を経て渋沢栄一へと変わりました。これは単なるデザイン変更ではありません。明治維新から始まった支配のグランドデザインが次のフェーズ、デジタル通貨による完全管理社会へと移行するための儀式。渋沢が築いた資本主義の壁が今度は私たちを完全に閉じ込めるための檻へと姿を変えようとしているのです。最終章、目覚めるか従うか。明治の夜明け。それは日本の新しい始まりではありませんでした。ある特定の勢力がこの国を農場として管理し始めるための合図だったのです。1万円札を手にするとき、その裏側に透けて見える設計図に目を向けてください。真実に気づいたとき、あなたの世界は崩れ去る。しかしその時初めてあなたは檻の外へと一歩踏み出すことができるのです。信じるか信じないかはあなた次第です。